原作に魅力があるからこそドラゴンボールグッズに魅力があるんだろうなっていうふうに思います。自分が残さないと残らないものであろうところ、そういったところはなるべく集めるような形に。ドラゴンボール大好きおじさんの北京さんと申します。ドラゴンボールのグッズを様々にコレクションしまして飾っているという状態ですね。もともとはですね、実家で自分の部屋である程度コレクションもしていたんですけれども、コレクションの数も増えてきたというところもあって、別の家を探さなきゃいけないとなったところに、実家に近いプラス部屋数が多いというところで、ちょうどいい中古物件を発見しまして、そこの中古物件に決めたという感じになります。最初はリフォームされてなかったんで、ちょっと直しにはお金はかかりましたけれども、とにかく部屋数が多いっていうところに魅力を感じたので、こちらの家にしました。今、ギネスを目指してカウントしているところではあるんですけど、ざっくり1万5千円から2万はあるんじゃないかなって思います。どういった部屋があって、どういう風なグッズが飾っているのかというのを順にご紹介したいと思いますので。こちら、玄関入ってもらってすぐになるんですけど、玄関の左手にはですね、ドラゴンボール、ドラゴンボール Z、ドラゴンボール GT の当時の台本をアクリルフレームに入れて展示の方をしている感じになります。で、玄関入ってですね、右手の方に鏡越しにポスターが見える感じになってまして、で、こちらドラゴンボールスーパーヒーローの、劇場版のポスター、これが鏡越しに見えるような感じに展示してるんですけど、鏡に映った絵がちゃんと見えるような形でポスターの方を展示してます。裏側から見ていただくと分かるんですけど、鏡に映って正しく見えるような形のポスターが貼ってあるんですけど、これなんでこういうポスターがあるのかって話なんですけど、今シネコンとか映画館で展示しているポスターって夜になると後ろから光で発光して光ってますよね。なのでこういう発光パネルに貼るタイプのポスターっていうのは、表と裏で同じ場所に同じインクで裏表から印刷してインクを濃くしてるんです。なので普通の紙のポスターなんでパネルに逆に入れれば逆の絵として楽しむことができるんで、うちでは鏡越しにこういう感じでポスターが見えるような形で展示したりしてますね。ちょっと場所がね、借りられてる中でどうやってポスターを見せるかっていうところで工夫してこんな感じでポスターを貼ってます。あと上の方には普段使いじゃないんですけれども、歴代いろいろなドラゴンボールのスリッパがあるんで、そのあたりも展示して飾って楽しんでいただけるような感じにしてますね。このあたりは島村とかそういったところで気軽に手に入るもんなんですけど、スリッパって買って履いちゃって履き潰して捨てちゃったりとかするので、できるだけ眺めて楽しんでおきたいなっていうので、こんな感じの展示にしてたりしてますね。突っ張り棒は本当にその辺のダイソーとか本当に安いところで買ってるだけなんで、たまたま階段の上り口の裏側なので、斜めになってるし、ちょうどディスプレイにいいかなと思って突っ張り棒で押さえてるだけの感じですね。で、玄関入って、また左手なんですけど、この辺りはポスターとか、あとはフィギュアとか展示できるものは空きスペースの中使っていろいろ展示してますけど、こちらのポスターは鳥山明の世界展っていう昔あった鳥山先生の原画展ですね。そこで販売されてたポスターになります。鳥山先生、10年間いろいろカラーイラスト描かれてるんですけども、その中でも唯一気に入った満足した出来になったっていうイラストがこちらのイラストになってて、特にメカと重心の取り方と構図含めて一番うまくいったと、満足いく出来だったっていうのがこちらの1枚だということで、ファンの間でもこの1枚というのはやっぱり思い入れの強い一品っていう形になってますね。で、こういった表現とか、説明書きとかをこんな感じで下にですね、パネルを作って説明書きとして読んでいただけるような形も工夫として作ったりとかしています。で、こちらの隣のポスターっていうのが東京メトロのスタンプラリー、実際に駅の構内で使われたポスターなんですけれども、 A1 っていうサイズの一番でかいポスターですね。どういう経緯でっていうところなんですけど、当時スタンプラリーで100の駅にいろんな作品の100のキャラクターのポスターが掲示されて、でそれをいろいろスタンプラリーで辿っていこうっていう企画だったんですけど、その掲示期間が終わった後のポスター、1駅で1枚しかないポスターを100名の方にプレゼントっていう企画がありまして、で、応募はしたんですけれども外れたんですけど、おそらく狙って作品を選べるもんじゃないんで、
申し込んでる人でドラゴンボールじゃない人に当たった場合は多分オークションに出るであろうというふうに踏んでたので、大体その当選時期にオークションサイトを粘り強く探ってですね、それで出品されてたものですから、もう即入札をしてなんとかゲットしたっていうものになります。これに関しては本当にもう掲示されてたものだし、もう世界に1枚しかないっていうやつなので、これはだいぶ気に入ってる1枚になりますね。で、この下のポスターもちょっと気に入っててですね、バンダイのマンビンカっていう漢字で表現されてますけど、これ何かっていうと、台湾、香港などで、昔本当に版権を取って販売されていた当時のカードラスの名称がマンビンカと呼ばれているもので、現地で貼られていたポスターを入手できたので、なかなかのレアというか珍品に当たるものですね。で、この時の筐体がここにあるんですけれども、マンビンカっていう日本のカードラスと筐体は一緒なんですけれども、入るのが10元玉、10元入れてカードが出てくるみたいな形で、当時海外のお子様でも同じようにカードラスを買って遊んでたっていうものになりますね。で、自分は結構気に入ってるんですけど、海外含めて相場として、レアリティはレアリティあるんですけど、じゃあ値段がついてるのか価値がついてるのかっていうと結構そうでもなくって、やっぱり全世界レベルで見ると日本語のカード、やっぱり現地のオリジナルのカードが欲しいっていうユーザーの方が多いので、どっちかっていうとこういう海外で売られているものよりは日本語版のカードラスの方が人気はあるみたいですね。ただ自分的にはレアリティが高いというか、結構珍品に値するので気に入ってるポスターではあります。で、玄関入っていただいて奥の廊下の方に進みますと、いろいろポスター、気に入ったものを特に貼っていってるような感じになります。この辺は美術館というか、そういうのを意識してイラストで好きなタイプのものを貼ってる感じですね。で、一番上からコカ・コーラのコラボポスター。週刊少年ジャンプが50周年の時にいろんなジャンプキャラクターが走ってる様子をイラストでまとめてあるものなんですけど、やっぱりジャンプの50周年のコラボなんで、全部原画のイラストなんで、そこが結構気に入ってるところではあります。ドクタースランプのあられちゃんとドラゴンボールであるとか、それ以外にもいろいろ諸々のキャラクターが並んでいるところが気に入っているというのと、で、この下はですね、2013年になるんですけど、ワンピースのフィルム Z と、ドラゴンボール Z 神と神。これがそれぞれ2013年に公開された映画なんですけど、そのコラボポスターっていうもので、全国の映画館で配布されて映画館に飾られているものなんですけど、飾られた後別に回収とかもされなかったんで、各映画館の判断でいろいろ好きな人にあげたりとか、あとは回収してどなたかがオークションに流したりとか、いろいろな経緯があったんですけど、映画館経由でちょっといただける機会があったので、こうやって回収して飾ってる感じになります。鳥山先生のファンだったらご存知かと思うんですけど、1990年代の後半ですね、ドラゴンボールの連載が終わってから、もう先生絵が描きたくないというところからですね、長年使っている筆をなくしたと。で、もうアナログで絵が描けないというような形で、もうそれ以降はデジタルでしか絵を描かれてないんですね。なのでこのイラストもよく寄りで見ていただくと、結構そのデジタルならではのカクカクした表現であるとか、あとはイラストを塗る時もこのブラシがインクの塗り方でなくってデジタルブラシの塗り方なんですね。で、対して、小田先生のワンピースのイラストは思いっきりアナログの塗り方で、インクの塗り方もすごいアナログ的なインクの塗り方なんで、これがこの大きな絵で対比で見ることができるっていうのは、結構2人のその特色というか作画の特色がよく見えて、結構いいポスターというか気に入ってるポスターではあるなっていうふうに思います。なので1階でも一番いい場所に飾って展示とかしてますね。それ以外もリアリティの高めのポスターを中心に飾ってますけど、こちらジョイサウンドのプレゼント企画で100名限定でプレゼントされたポスターなんですけど、それ以外にも大阪会場のみで配布されたドラゴンボールで科学するっていうリアルイベントのポスターであるとか、あとこちらがね、本当忖度があったんじゃないかなっていうぐらいなんですけど、ツイッターのキャンペーンでタワーレコードで開催されたドラゴンボールカフェのポスターをプレゼントするっていう企画がありまして、抽選で7名だったんですけれども、なぜか自分に当たりまして、ちょっと
なんか自分は特に何も言ってないんですけど、なんかちょっとした忖度とかそういうのがあったんじゃないかなっていう疑いながらもらってますけれども、一応ここにはこう飾らせていただいてます。タワレコードさんありがとうございます。それ以外にもジャンプ25周年の時のポスターとかいろいろも飾らせていただいてますが、やっぱりこの25周年の時のキャラクターがね、全員集合で出てるような、こういったポスターもなんかこうパッと見た時にやっぱり懐かしさとかいろいろなキャラクターがいるなっていうところも見て取れますし、いろいろこう気に入ってるポスターを順番に並べて一つまとめさせてもらってます。こちらの部屋がフィギュアおよびゲームコーナーみたいな形になるんですけど、一番フィギュアの中でも気に入っているドラゴンボールカプセル、略してドラカプっていうシリーズを、こちらの棚に飾っている形になります。あまりフィギュアとフィギュアの間が詰まっちゃうと、ちょっとそのフィギュアごとの世界観というか、そういうのがちょっとぼやけるイメージがあるんで、自分はそこは気を使ってなるべく離して飾りたいなと思ってるので、数としてはこのスペースで飾れるのはこれぐらいの距離感かなみたいな感じで飾ってはいます。で、2000年に入ってからですね、2010年あたりまでですかね、それまでに出た初期のドラゴンボールカプセルだけを飾ってはいるんですけど、それに関しては一通り揃ってるような状態になります。造形師、フィギュアを作られてる方っていうのが大きく変わりまして、特に最初の Z から劇場版に入って無印に変わるんですけど、 Z より前の時代ですね。それ変わってから急激にフィギュアの出来が良くなるんですね。この辺りでさらに引き込まれたっていう感じではあります。最初はちょっとこの辺り買ってた時は一応500円で1個こうフルカラーでこのレベルならみたいな感じで買ってたんですけど、もうこの辺りからもう本気ですね。これ絶対買わなきゃみたいな感じでもう抑えていってで、幸いにもシリーズ終わるあたりまでそう著しくレベルが下がるっていうことはなかったんで、数あるフィギュアの中でもすごく気に入ってる部類の、シリーズにはなるんで、もうここはもうある意味殿堂入りみたいな形で、ここ10年ぐらい全く並びは変わってないですね。大きなフィギュアが入ったとしても、ここはもう手つかずでずっと多分このままで飾るんじゃないかなっていうふうに思います。一番気に入ってるのはやっぱり一番で最初のこの辺りの無印の辺りが特に一個一個取っても完成度がめちゃめちゃ高いんですよ。やっぱり気に入ってるのはこのカリン様と悟空がいるシーンですよね。ここがすごいいい切り取り方をして、台座の作り込みもすごいですし、でもう一つ気に入ってるのはこの紫総長がこの水遁の術してるところに夜間でお湯を流し込んでる悟空のフィギュアがあるんですけど、これも水面より下のところで色の塗り方を変えていって、この水面の表現がちゃんとされているところと、こういうコミカルなシーンを切り取ったビネットタイプのフィギュアっていうのは結構少なかったりとかするので、こういうかっこいいだけじゃなくって、ドラゴンボールってこの面白かったり可愛かったり、そういうシーンの描写もすごく多いんでですね、そういうところをフィギュアで切り取ってくれるっていうのはすごくファンとしては嬉しかったりとかしますよね。単純に売れやすいというか、かっこよいの方が品数は絶対出ると思うんですけど、そこをですねちゃんと可愛いとか面白いとかそういったところでちゃんとフィギュア化してくれるのはすごい嬉しいしありがたいなっていうふうに思います。でドラカップの隣が続いてゲームコーナーみたいな感じになってるんですけど、向かって左側のこちらがボードゲームであるとか、あとは LSI ゲーム、ゲームウォッチって呼ばれる方がイメージはつきやすいですかね。でテレビゲーム系のさまざまなゲームがここに並んでますけれども、これもゲームでいうと全部じゃなくって、常に新しいのがどんどん出てるんですけど、主要な1980年代から2000年代あたりまでのゲームをこちらに並べて飾ったりとかしてるような感じになります。面白いところで言うとですね、ドラゴンボールのシェンロンの謎、ドラゴンボールの第1弾ファミコンソフトですね。こちらも有名ではあるんですけど、一番最初に出たドラゴンボールのテレビゲームっていうと実はこれではなくって、エポック社のスーパーカセットビジョン、ドラゴン大秘境っていうこちらのゲームの方が先に出ててですね、でこちら箱付きで残ってるっていうのがなかなか珍しくって、
面白さどうこうで言うと、人にはよるんですけれども、クソゲーと言われがちなドラゴンボールシェンロンの謎よりもさらにちょっと輪をかけてっていうようなゲームシステムでもあるんですけれども、これねシューティングゲームなんですよ。悟空が筋斗雲に乗って、縦スクロールのシューティングゲームで筋斗雲に乗りながら如意棒やカメハメハで敵を倒しながら進んでいくっていうシューティングゲームなんですけど、正直スーパーカセットビジョンというのがファミコンに比べて結構マイナーだったところと、今後、ドラゴンボールシェンロンの謎の方がファミコンのソフトとして大きく売れたっていうところもあって、こっからあとエポック社よりはバンダイの製品としてドラゴンボールの各おもちゃ商品というのが進んでいくというのが1980年代後半からの流れとしてはバンダイ製品が割合として大きくなってくるというような感じになります。でもう一つちょっと補足して言うとですね、ドラゴンボールのシェンロンの謎、ここに2つのバージョンがあるんですけど、こっちのバージョンっていうのはですね、完全復刻っていう1991年、こちらのソフト出たのは1986年なんですけど、1991年に1回復刻版が出てます。なので、こういった復刻版のパッケージが若干違うのと完全復刻シールがついているというところと、裏側を見てもですね、ここにバンダイのゲームソフトを作っている部門の場所が違ったりとか、郵便番号が3桁から5桁になっていたりとか、そういったところで微妙な差があってですね、この辺一部のドラゴンボールのマニアックなコレクターからはちょっと一目置かれているのがドラゴンボールシェンロン7の復刻版という感じになりますね。これ結構レアなので見つけたらまだ埋もれてる可能性ありますし、裸のソフトだったら普通に中古ショップとかで転がってる場合があるんで、もし裸でカセットのみで売ってて裏を見て91年って書いてあったらレアなバージョンなんで買っといて損はないかなとは思います。で、こっち側はですね、主にゲームコーナー、アーケードゲームとして稼働していたゲームを、買ってきて自宅に設置していつでも遊べるようにしているというようなコーナーになります。スーパーのゲームコーナーを再現したみたいな感じの場所になるかと思います。こういったメダルゲーム機を並べたり、あとはガチャポンマシンですね。ガチャポンのマシンとかカード出すのマシンとか、こういったものを並べて、当時ドラゴンボールに触れていた子供たちが懐かしく遊べるような感じっていうのを、なんとかそのまま置いときたいなという風な感じで用意したものになります。こちらそれぞれね、電源入れれば今でもちゃんと遊べるようになってるんで、メダルゲームで実際に遊んでいただくこともできるような感じですね。こちらの方はガチャポンなんですけど、袋で買ったガチャポンの残ってるやつとかですね、ダブってるやつとかをこういう感じでガチャポンの実際の本体の方に入れまして、で、それぞれ値段そこそこするんですけど、全部100円均一みたいな感じにして誰でも回せるような感じにしてたりします。なのでお正月とかお盆休みとかね、親戚のお子さんとかが遊びに来たりとかするときに、こういうメダルゲームをやったりガチャポンを回したりとかして遊んでもらえるんで、おおむね親戚のお子さん界隈、おじさんおばさん界隈からも喜んでいただけてるようで大変好評いただいている。で、こちらの横のこのテレビ電話っていう筐体なんですけど、これがね、1991年のマシンで、当時テレビ電話が出始めだったのかな。100円を入れると、このテレビ電話の受話器を取って、ここで直接いろいろキャラクターからの声を聞きながら、モニターに映し出される画面をもとに様々なミニゲームができて、で、ゲームが終わるとこんな感じのカードがもらえると。厳密に言うと100円入れた時点でこのカードがもらえるんですね。なのでこの下から出てきたカードをカードの入り口に挿すとゲームが始まる。で、ゲームが終わるとカードを抜いて持って帰ってねみたいな感じのゲームで、中のゲームも一定期間ごとにね、いろいろ段が変わったりとかするので、ゲームが遊んでカードがもらえるっていうんで、当時遊んでたお子さんも結構多いんじゃないかなと思います。で、向かって奥の自販機なんですけど、左から順番に時代の古いもので、左側がカード出す100および下の2台がジャンボカード出すという、1枚100円の大きなカードが出てくる筐体になります。
あと奥の筐体は2002年頃から出始めた筐体なんですけど、こちらも4種類のカードが出るタイプの、よりスマートコンパクトになったタイプの筐体になりますね。手前の方は1990年代のカードダスが出てくる時代のものなんですけど、奥の方は2002年以降なんで、ドラゴンボールの再ブームが始まったあたりであるとか、ドラゴンボールスーパーおよびドラゴンボールカードゲームであるとか、そういったものが排出されるタイプの機械として、一応当時のものという形で並べておいているような感じになります。今でもちゃんと100円入れて回すと出てくるような感じですね。その流れでいきますと、この隣の筐体なんですけど、こちらがですね、イケイケシリーズドラゴンボール Z っていう筐体で、キディライド機ですね。お子さんが乗って遊ぶような、マシンになるんですけど、こちらに100円を入れて、キントーンの上に乗ってスタートボタンを押すと、キントーンが揺れてしばらく乗って遊ぶことができるというマシンで、乗った後にこのカプセルが1個出てきて、でカプセルのおまけをもらって持って帰れるっていう、筐体になります。でよくできてるなって思うのが、こういうのってお子さん乗って動かなくなってもしばらく降りないんですよ。カプセルで誘導してこう降ろさせるっていう、ここのギミックはよくできてるなっていうふうに思って、でそれで買ったというか、買うのも相当勇気がいったんですけど、これに関しては買ったとしてどうするっていうのはあったんですけど、悩みに悩んで、こういう大きなフィギュアと思って買えばありかなということで、置き場所もなんとか工夫して買って購入させてもらってる感じですね。これだけは本当床抜けると嫌なんで、ここに関してはコンパネを1枚敷いてですね、ちょっと段差1段ありますけど、ここの上に乗せて、設置してるような感じなので、もうこれは部屋のレイアウト上、もうここから動かすことはどうにもできないですね。定位置でちょっとここで飾らせてもらってるというような感じです。で、こちらのマシンが、鳥山明ゲームロボっていう名前でですね、どういったものかというと、週刊少年ジャンプ25周年の時に、1993年になるんですけれども、東京ドームでですね、大型のジャンプの、イベントが開催されまして、でその時にドラゴンボールのアーケード対戦ゲームを作ろうということで、ゲームが開発されましたと。で、どういう筐体で動かそうってなった時に、鳥山明先生にゲームロボのデザインを作ってもらって、イメージイラストを描いてもらって、でそれを実際の筐体にしようという形で筐体化したのがこちらの、ゲームロボという形になります。だからこのちょっと一見ね、ドクタースランプのキャラメルマン風の、いでたちであるとか、この背中にこの如意棒を背負っているところとかですね、色がこのドラゴンボールの、悟空の道着風のカラーになってたりとか、こういったところは鳥山先生らしいロボット風のデザインだなというところなんですが、そのイベントが終わった後、そこで稼働していた複数台このゲームロボがあったんですけど、それが全国のゲームセンターにチリチリになってしばらくの間稼働してたというふうに話には聞いてますけれども、そのうちの1台がなんとか手に入れる機会というかチャンスがありまして、でこれはさすがに筐体数が少なすぎるというのと、先生がデザインしたっていうところでとても貴重なものであるというところで、なんとか購入に至って、ここに設置しているというような感じになります。ゲーム機もね、電源入れればゲーム基板自体は動いてという形になってるんですけど、今モニターの調子がちょっと悪くって画面がつかないんで、メンテナンス待ちというような状態ですね。でこちらに関しては本当にリアリティが高いと思いますんで、多分国内では持ってるのは自分だけじゃないかなっていうふうに思います。1階にはこういうゲームコーナーみたいな形作ってるんですけど、他にもいろいろ資料系とか他の展示物もあるんで、2階の方を見ていただこうかなと思います。外国語版のドラゴンボールもなるべく集めて、TSUTAYAとかのレンタルビデオ店の再現であるのと、コンビニおよびスーパーのお菓子コーナーの再現ですね。もう食品サンプルにするしかなかろうということで、例えばこれ